こんにちは。始まりました。川西美希です。今回はほぼプチプラコスメで大人っぽいオレンジメイクに挑戦してみました。それでは川西チャンネル、始まるよ。下地、ファンデーション、コンシーラーはすでに仕上げてあります。まず最初に使うのはこちらのキャンメイクのジューシーレディリキッドチーク。こちらのカラーはこのような感じのカラーです。これをパウダー前の肌にのせていきます。黒目の下から外側に向けてこのような感じでつけて伸ばしていきます。このチークはとても使いやすくて、ファンデーションの上から使っても肌がよれないような、リキッドなのにパウダーに変わるような感じのチークです。反対側も同じようにつけていきます。最初のチークはこのような感じです。そして上からクリニークのイーブンベターブライトニングルースパウダー C、 こちらをこんな感じでつけて全体に伸ばしていきます。これはとても毛穴が綺麗になるようなお粉で、ちょっとつけすぎたかなとか粉っぽいなって思ったら筆を使って余計なお粉を飛ばしていきます。そして次は MAC 表参道限定のシェーピングパウダーアクセンチュエイト。こちらはコンシーラーで隠しきれなかったクマをさらにハイライトを使って隠していきます。そして次はケイトの 3D コントラスティングチーク OR2 番。こちらは夏コスメ購入品でも紹介したものです。こちらの右のオレンジっぽいカラーを筆に取って、先ほどベースでのせたチークよりもさらに幅広く塗っていきます。この時横長の三角をイメージしてチークを足していきます。チークのビフォーアフターはこのような感じです。反対側も同じようにつけていきます。そして次にキャンメイクのパウダーチークス PW40 番。こちらは限定カラーなんですが、イエローカラーを上から重ねていきます。このイエローを重ねることによってよりオレンジっぽいカラーに仕上がります。ビフォーアフターはこのような感じです。反対側にも同じようにつけていきます。そして次は眉毛、ブローラッシュ EX ウォーターストロングダブルアイブロウのジェルペンシル&パウダーのパウダーの方を使って眉毛全体を描いていきます。パウダーで描いたらスクリューブラシで1回溶かしてチフレのアイブロウペンシル、こちらの繰り出し式を使っていきます。カラーはブラウンで眉尻の方とあと目に近くさせたいところを描いていきます。そして次はこちらのチークに使ったカラーを眉毛に描いていきます。眉毛もちょっとオレンジにすることによって顔に統一感が出ます。そして次はアイシャドウ。こちらのキャンメイクパーフェクトスタイリストアイズの15番の左下のオレンジのカラーをブラシに取ってアイホール全体にのせていきます。この時塗る場所は二重よりもはみ出して塗ることがポイントです。そして下まぶたも2分の1から3分の1、同じカラーを塗っていきます。カラーもののメイクはまぶたの下、目尻3分の1とか中心につけると腫れぼったくない可愛らしいメイクができます。アイシャドウのビフォーアフターはこのような感じです。そして左上のカラーを指に取って眉毛の下、アイホールの上にのせていきます。これをのせるときに先ほどのしたオレンジのカラーがグラデーションになるようにのせます。次にセザンヌのトーンアップアイシャドウ06番のオレンジカシス。こちらの真ん中のカラーを筆に取って先ほどアイホールにのせたよりももう少し狭い範囲にのせていきます。次に VDL のフェスティバルアイシャドウ118番。こちらの少し赤っぽいカラーを細めのブラシに取って下まぶたの目尻にのせていきます。オレンジだけだとちょっと締まりがなく見えてしまうので、レッドとセザンヌの一番右の濃いカラーを使ってまぶたの印象を引き締めていきます。引き締めカラーありとなしだとこのような感じです。そして次にシュウ上村のプレスドアイシャドウ。左のオレンジカラー G251 番を手に取ってまぶたの黒目の上にのせていきます。次にペリペラのシュガートゥインクリキッドシャドウ05番。これはリサさんの韓国のお土産でいただきました。こちらを涙袋のところにのせていきます。そして次にキャンメイクのハイライター05番のベビーベージュ。こちらのハイライトすごい使いやすくて、指で目頭、
そして目頭から延長線上に伸びたところにのせます。目頭にちょこんと塗るだけでかなり左右差違うの分かりますか？ハイライト感。ハイライトの一番重要な部分、私目頭につけてるんですが、その他にも目尻の下、頬上と鼻筋をキリッとね見せるために鼻の中心にのせます。指でのせた後ブラシを使って少し鼻先、そして鼻頭の方をぼかしていきます。次にキャンメイクのクリーミータッチライナー02番のミディアムブラウン、こちらのアイラインを使ってインライン、そしてアイラインを埋めていきます。眉毛の間を埋める、まつげの間を埋めるっていうのと、あとインライン私結構見えちゃうのでしっかりと埋めます。目尻、今回はちょっとだけ跳ね上げさせるようにします。クリームライナーだとちょっと描きにくいので、目尻は爪でピーッと細くさせていきます。軽めの跳ね上げライン、ビフォーアフターはこのような感じです。そして全体のバランスを見てもう一度シャドウを足していきます。今回は跳ね上げラインなのでちょっときつく見えちゃうかなと思ってアイメイクもう少し優しく見せるために下まぶた多めにオレンジとレッドのシャドウを足しました。そしてメイベリンニューヨークのラッシュニスタオイリシャスのマスカラを使ってまつげをしっかりと塗っていきます。下まぶたのマスカラは黒目の下ぐらいから目尻にかけて塗ります。そして仕上げにマジョリカマジョルカのジュエリングアイズアイシャドウの右上のカラーを筆に取って眉毛の延長線上のような感じで上の方だけノーズシャドウを描いていきます。そしてリップはこの夏大活躍してくれそうな予感のシュウ上村ラックシュプリアの OR01 番。これすっごく綺麗なカラーで、そして取りにくくてしっかりと定着してくれるので最近ずっとこれを使ってます。これを唇全体につけます。ラメ感とかツヤ感とかはないので上からラメ入りの透明グロスを重ねていきます。リップ、チーク、アイシャドウの全体のバランスを見てちょっとチークが少ないかなと思ったのでさらに足していきます。チークを足すときは全体に足すのではなく中心にグラデーションになるように足すと可愛らしいチークが作れます。はい、ということでこれでちょい大人っぽオレンジメイクの完成です。はい、ということで今回はオレンジメイクに挑戦してみたんですが、ちょっとだけ大人っぽい感じのアイシャドウとかチークもかなり広めの範囲に塗ってかなりオレンジを主張したメイクにしてみました。で、この間こちらのね動画の方でオレンジメイクに使うコスメいろいろ買ってみたんですけど、今回どんなメイクにしようかなって考えた時にこんな感じでシミュレーションで描いてみて色とかも試してみたんですが、オレンジメイクしたいから買ったっていうねアットコスメで買ったものたちは意外とそんなに使わなくて、セザンヌとかキャンメイクのプチプラ系コスメを主に使ったコスメで仕上げました。で、ラインも普段は下げてるんですがちょっとだけ跳ね上げにしてみたりとか、普段使ってるブラウンシャドウを使わずに仕上げてみました。で、オレンジメイクってふんわりしてたり夏っぽかったりするんですが、ちょっと大人っぽいめのメイクにしたかったので、これはアットコスメの動画でも買ったシュウ上村のラックシュプリア OR01 のリップカラー。このグロスチークとかまぶたに使ってる色よりちょっとレッドっぽい感じのオレンジなんですが、これがまた引き立たせてくれてちょっと大人っぽい感じに仕上げてくれるので、まぶた、チーク、リップ全部同じというよりはどこかちょっと強めの濃いめのカラーを使って強調してみると可愛いと思います。はい、ということで今回はほぼプチプラコスメで大人っぽオレンジメイクを紹介しました。この動画を楽しんでくれた方、オレンジメイクちょっとしたいなーっていう方はね、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そして Twitter や Instagram、ミキポンの自由帳もあるのでそちらの方もチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。川西美希でした。バイバーイ。